新見広宗さん、当時6歳。爆心地からおよそ 1.7 キロ離れた平野町の自宅で被爆しました。出かけようと玄関にいたところ、爆風で庭に投げ出されました。倒壊した家の下敷きになった母親を置いて避難したことが一番つらい記憶です。避難途中に見た死体や内臓の出た人々を今でも覚えています。手足に怪我を負い、現在でもガラスの破片が体内に残りますが、体の傷よりも心の傷の方が深いと言います。カタカナの広島を知り、平和について考えてほしいと語ります。当時は長男と次男は学童疎開、姉は当日はね、6日は月曜日なんですが、5日からね、千田町の友達の家に泊まり込みに行ってました。母親と私が1階におりました。2階にね、おばさんといとこっておりました。おじさんはね、やっぱり早くから近所の片付けかなんかそういうとこ行ってたんですよね。だから被爆した8畳には4人がいたんですね。母と私とおばといとこと。まず当時私右目を患っておりましてね、今の赤十字病院、日赤病院、そこへ行く予定でした。私はもう玄関の戸を開ければ外出れるところでしたね、多分間違いなく。で、被爆はね、はっきり言いまして何も記憶がございません。何が起こったかもわからない。6歳の子にしてはね、まるでその想像の絶す状況でして、よくピカドンとかピカとか言いますがね、全然そういうことないですね。ですが気が付いたらね、四方が庭でした。その庭にね、家が倒壊、全棟言いますが倒れまして、そこで庭で投げ出されていて、それを2階にいたおばといとこがね、もう私も遠くまで飛ばされたんですが、やっぱりおばはね、かなり重傷しておりましたが、足を酔いました。でそこで引き返すんです。それが時間にしたらそれは分かりませんが、おばの後々聞きますとね、多分8時、30分が経過してじゃないか言うんですが、40分ぐらいでしょうかね。母はね、私の連れて日赤行くわけで着物を着替えてました。しかしね、1階におりまして、爆風で飛んで倒れました家が、倒壊した柱の下でね、全身血まみれで見えました。で私にとっては一生で一番つらい記憶ですが、やっぱりね、私当時広そう言いますが、広ちゃんというね、いう大きな声で母がね呼んでおりました。それで早く逃げなさいいうこと言いましたね。それはなぜかというと、火の手がどんどん来ておりましてね、見えたんでしょうね、感じたんでしょう、母も下敷きになって。それでおばがですね、おじもとにかくお姉さんは自分の落下するから早く逃げなさいんでね、おばがしゃにむに親子を引き裂かれた感じでしたね。正義の味方なら助けてあげたいな、そういう気持ち子供が持ってましたね。ですからそういう気持ちが強かったから、自分の母親になるとね、言葉の表現できないでね、記憶に残ってるのは、偉い人になってください。
それはですね、多分もう死を覚悟したことなんですね。それつらいです。この人間の本能だと思うんですね。爆心地の方から火が出てくる、だんだん広がってくる。1.7 キロです、私は。だんだん近づくから、まあ先を母もね、それ分かって、まあ自分も達観して子供だけ持ってやるんだと思います。だから爆心地から外へ避難する行動ですね。それは当然だと思うんですよ。でそれは宇治の方向、みゆき橋から宇治の方向、そうでした。私もその中でどこへ来るのも分かりませんが、とにかく流れの中で流れに乗っていいかな。もうすでにね、亡くなられてるだろう思う人たくさんおられましたね。これはまあご遺体らしき状況の人、それからまあ、衣類がちゃんとした着方なんですけど、燃えてながらね倒れていかれる方、そういうことがありました。それからまあよく言うように、みゆき橋ではね、内臓、私は目の留まってたのは皆さんでしたが、内臓がね出てる人とかね、そんなのいろいろいました。それでみゆき橋の記憶は私は非常に覚えてるんですが、私はまあもう当時は右足踏み抜きをしておりましてね、瓦礫の中歩いていたもんで、それで歩くのも難しかったんですが、それでもね痛いとかいう感じないままにねみゆき橋にまで行ったんですが、私はねそうものすごいもうご遺体かまあ分からない踏んづけて言いました。それもねまあ全然罪の意識とかね、そんなもう全くもう本当まあ今までパニック状況というんですかね。それで結局最終的にはうちなりは神田神社へとこつくんです。それも後分かったんですよ。そこに軍人がですね、おい坊主いう言い方でしたね。おい坊主ここへ寝ろいう感じでした。で神田神社の境内の土の上に寝るんですがね、その時も私一人でしたね。おばも一とこもいませんでした。で右足に踏み抜きがしてましたからね、それを引っ張り抜いてくれるぐらいのことでした。あと全身のことは血だらけで、私も血だらけだったんですが、何も構ってもらえなかったですね。で一方ではね、境内の隅っちょでダビングスもやっておりました。で私が寝てから寝かされるとこはからそうですね10メートルかな距離です。だからどんどん次々ご遺体が運ばれていくという状況でしたね。私もねなぜか知りませんが着いた時は赤子を抱いておりましたね。全然なぜかわからないんですよ。小さい血のみ声が。ところがね軍人がね「おい坊主これ稼い亡くなって死んどるから」って言っており上げました。それですぐダメにしました。なぜか全然わかりませんね。全然私覚えたらわかるんでしょうが一人でしたから。それからまあ多分2、3日はそういう状況だったと思いますね。その時まあ軍人はねあそこ京橋川ですが、京橋川からねもたせられてこうご遺体を飛びでこう上げる。それで私お前は簡単にね寝るって土の力ですからね、寝かされただけですからね。で「おい坊主ここでお母ちゃんが会えんぞ、近く行かないためだかい、今から私らはみゆき橋まで行くんだけどそこから家まで帰れるか」いうことが言いました。家族に会える期待がね出ました。でついていきました。で、みゆき橋のとこで坊主ここから行けるかいからね、千田小学国民学校って当時ね、千田国民学校までは一本道ですからみゆき橋が行きますんで、そこから一人で千田小学校に国民学校に行きました。そうするとね千田国民学校の近くでね近所のおさんが「ひろちゃんひろちゃん」って声かけてくれました。あの時ね本当嬉しかったですね。だからねなお嬉しいことだった。ひろちゃんお母さんが生きてるようにです。
で実際ですね、そこから30メートル30メートル先端国民学校の正門があるんですが、行きますとたくさんの人が避難してました。そしたらね、父親とまず会いました。父親がね、岡山から帰ってましてね、それでまあ家の被爆元の家の後で川でね、仙台国民学校にいること書いてあるんですが、私はまさか行ってないから、父親もね一生懸命探してたんですが、その時は母親に会ってませんでした。私の方がね、母親が先に見つけました。しかし見つけた時母はね、こう首から上がね、まあ結果的な打撲を送ってたんですが、大きな出血だらけですね。包帯だけ切るを破ったもんね、こう全部巻きつけられない。そして顔が分かるね、体つきがね、体の格好がね、声でね分かりました。嬉しかったですね。母親もね、目を隠してるから動けないんですね。ずっと追って「ひろちゃんひろちゃん」って言ってたそうです。私は逆にお母ちゃんですね。でたまたま私が母親見つけたんですね。多分母親じゃないかなと思ったのが、行ったらお母ちゃんやったら「ひろちゃん」って抱いてくれました。まあそれがね、人生で母と別れた時、会えた時がね、私に最も貴重な記憶です。あと兄もね、翌日ぐらいかなに、あれは父親が探しましてね、仙台国民学校川で帰ってたもんだから来てね、見られました。それはね、本当に母親と同じようにね、ダメージを受けてます。例えばですね、昭和20年に被爆しますね。昭和40年にはですね、全くの仮病になります。仮病、脊髄の中にね腫瘍ができましてね、体が動かなくなりました。今でもここにガラスが残ってるんです、一つね、右手にガラスがたくさん残ってましてね。しかしね、もう70年も80年も生きたっていけないから、このまましたこれ記念に思ってやめたんですが、被爆の中でさっき踏み抜けることは言いましたね。から全身のことは言いましたが、特にね、右手の親指、現在こうなんです。サイズが違いますね。それは被爆のどこでどうなったか分かりますよ。吹き飛ばされたとか、どっか引っかかったのか全然分からないです。しかし痛みが少々ないことは想像つきますね。血はだらだら出ますね。このプラスだったんですがね、それをこうしつけたんです。まあ例えば切り傷とかね、いうのは治りました。しかしまあ私は被爆証言するときにですが、その外見的な身体的なね被害よりね、心の被害、これがね大きいと思って、母親もそうでしたね。私もそうです。先ほどついつい不細工な方がやはりね、母親も私と別れた時のねことを一番の人に語ってましたね、辛さをね。私もそうです。私は今78ですが、今日は不細工なところにして申し訳ないんですが、まあ、そういう精神的ダメージはね、これはなかなかね、皆さんには分かりにくいかもわかりません。広島、カタカナ広島、知ったとします。知ったで終わるでいいでしょうかね。知ったらいろいろね、自の感性を働かしていろいろ思いがあるでしょう。感じることもあるでしょう。やっぱり行動しないと意味ないですね。特に広島にね生まれ育った若者、あれ縁あって大学とかね就職来た若者にはね、私カタカナの広島を知る、
で平和いうことを考えるいう若者になってもらいたい。